こんにちは、写真家の井上博樹です。今回のテーマは、これからカメラを始めるあなたへ、一つの被写体にこだわってみると題してお送りしたいと思います。カメラを持って様々な被写体をこちらからあちらへと撮ることはとても楽しいことです。写真の上達の最も鍵になるものはこの楽しさというものだと井上は信じています。この楽しさをさらに広げる方法の一つに、一つの被写体にこだわってみるということがあります。今回はそのこだわりについて見ていきましょう。一つ目、競技の意味での定点撮影。まずは何度も皆様にお見せしているこの白樺ラインダンスの写真から。井上が写真家を目指して北海道に戻った頃から定点撮影をしている森です。5月の中旬、移住をして1回目の新緑の季節に出会ったのがこの白樺とカラマツの森でした。新緑のみずみずしい光景にうっとりとしながらも、この光はすぐになくなってしまうかもしれないと焦りながら撮ったことを覚えています。この写真の老現像をしながら、この素敵な森の他の季節はどんな光景なのだろうと考え始めていました。そう、まずはね、紅葉の時に撮ってみるかなんて思っていたんですね。カラマツの紅葉の季節にここに来てみたら、何度も皆様にお見せしているこの光景だったのです。手前の白樺の紅葉と落葉は早く、奥のカラマツは最も遅いタイミングでの紅葉になります。カラマツが紅葉する頃には白樺の葉がすっかりと落ちているんですね。その差が紅葉するカラマツの森から白樺たちがまるでラインダンスをしているように踊り出てくるような一枚になりました。こうなれば雪景色の時も見ておきたいと思うのが人の心ですよね。で、見に来ました。暴風雪の日。なんてかっこいいんだと大興奮をしたものです。ちなみにこれはストロボを使って降りしきる雪を映し止めるという手法をとっています。止むことがないのではと思ってしまうような吹雪が去り、朝になると銀世界になっていたという時の一枚。真っ白な静けさを感じていただけると思います。そして春になるとラインダンスの白樺の向こうでエゾヤマザクラが背伸びをして、ここにいるよというかのごとく咲いていることに気づきました。初めてこの光景を見ても感動することと思いますが、定点撮影を重ねてこの森に親近感を覚えていたからこそ、一層感動してこの桜を眺めていた春を覚えています。今回お見せしたこれらの写真は同じ場所、同じ構図で撮影されているものですが、季節が経つにつれて全く新しい景色へと変貌しています。定点撮影はこのように被写体と深い結びつきを持ち、時間という流れの中で進む美しさを追い続けるという営みです。それぞれの季節が持つ独自のリズム、光、色彩を通して私たちは自然と対話し、それをカメラを通して表現することができるのかもしれません。その意味では定点撮影とはただの技法以上のものだということが見えてくるのかなと思います。ではここからは講義の定点撮影について見ていきましょう。2012年にアップルがレティナディスプレイモデルを発売したタイミングで壁紙や反則で登場させたのがこの場所でした。当時は笹やぶを越えてやっと池に行くことができたのですが、ものすごい数の観光客が訪れるようになって、今や観光バスが何台も止められる大きな舗装駐車場が有料で登場したり、売店が建てられたりと賑やかな場所になっています。池が凍ってなくて水が青く見える時期に行った時は、およそこのような池が広く映っている場所のイメージをつかみやすい撮り方をすることが多いと思います。これだけではちょっと物足りなくなるようでしたら、そう感じたあなたは写真撮影の楽しみをつかみ始めている証拠なのかなと思います。そう、広角レンズで撮ったら望遠レンズでも素敵なところを切り取ってみましょう。いかがでしょうか。これも悪くないですよね。青い池というのは日の出直後は風がなくて水面が落ち着いていることが多いのですが、日が高くなるにつれて風が吹き抜け始めます。そうすると水面が波立ってしまってざわざわしてくるんですね。こういった時は長い時間シャッターを開けてざわつく水面をピタッと鳴らしてあげたいと思うものです。ガーン。この時ね、光を減じる効果のある ND フィルターを忘れていたんですよね。で、仕方がないので絞りをちょっとかっこ悪いんですけども F29 まで絞ってセンサーに届く光の量を減らして 3.2 秒という長いシャッター速度を実現させています。画質が劣化するのであまり好ましくない方法です。でも
なんか悪くない写りですよね。この場所でこういった撮影の仕方っていうのはあまりないのかもしれませんね。もっと何かやっておきたいとなればこれはどうでしょう。シャッターの速度を遅くしてシャッターを切るタイミングで縦にカメラを振るんです。こうやってバシャって。そうすることでブレによって綺麗な軌跡が映るんですね。極めて現実感のある1枚目の写真、そして2枚目のちょっとどこを切り取ったんだって最初思ってしまうような1枚で、今お見せしているこの抽象的な1枚、同じ場所で撮るという意味においては定点撮影ですが、その中に注目する点を見つけて撮ってみるというのも楽しみを広げる一つの方法だと思います。皆さんもぜひお気に入りの場所を見つけて、様々な角度から様々なアプローチで撮影してみてください。さあ2つ目いきましょう。定点撮影の次は特定の被写体群を追うというお話をしたいと思います。ここで取り上げてご紹介する被写体は緑。北海道の美瑛や富良野地区の丘陵地帯に育つ作物の緑を被写体として追いかけた写真群が緑です。勝手に僕がそう名前つけてるだけですけどね。こちらは雨が降って土が湿って黒々となった時の一枚。若い緑の新芽、正確にはね苗なんでしょうけども、整然と並んで素敵です。こちらはお盆が過ぎて色づいてきた時の豆畑。季節が進むことで緑がかすかに黄色を帯びるようになって豊穣の季節へと進んでいくというのが見えてくるでしょう。ちょっと右下にね緑ではないところ入れるのもかっこいいですよね。そしてこちらはちょっと季節が戻って7月の下旬、麦が色づいて麦の収穫期、麦秋を迎えつつあります。この日ずっとぐずついた天気でしたが、日没前に雲の下から鋭い角度で日が差してきてくれました。緑の成分がだいぶなくなっていますが、これも素敵な緑だなと思って緑という写真群の中に僕は入れています。さあこちら10月の撮影、秋巻き小麦が芽吹き始めた丘の畑です。まるで大きな海の波のように見えてくる緑がここには見えてるでしょう。光も綺麗ですよね。これは朝日が昇った時に撮っています。こちらは11月の秋子。雪が降る直前まで必死に光合成をして成長を続けています。この時は曇り時々晴れという風景写真を撮るには楽しくてたまらない、そんな日でした。光と影を追いかける一日になるからですね。豊かな曲線を描く秋巻き小麦の畑に光が落ちてくるその時を待って撮ったのがこの一枚でした。なんて言うとね、井上はなんて大変な撮影をしてるんだと思うかもしれませんけど、結構ね本を読んでたりね、スマートフォンいじってたりしてね、そんな大したことないですからね。はい。さあ次行きましょう。これももっと季節が戻って6月かな。これバレー書じゃがいも畑で出会ったのがキタキツネ。冬毛が抜け始めて夏毛になろうとしているのがわかります。もしかすると子育てが大変な時期を迎えているのかもしれません。緑を取ろうと宿泊している井上は彼にじーっと見つめられていました。こうやってキタキツネに出会うのはとても嬉しくて、井上は彼らに話しかけたりするものです。おはようというくらいなんですけども、そうするとね耳をくるんとしたり、少しだけこっちに近づいてはまた座ったり、僕が三脚をよいしょっと動かすとね警戒してちょっと距離を取ったりとかね、そんなことをしながらもまた座ってこっちを見ているとか、なんか興味を持ってるんでしょうね。こんなね意識のやり取りもなんだか撮影の楽しさを一層豊かにしてくれるような気がします。今回は写真撮影の楽しさをさらに広げる方法として、一つの被写体にこだわってみるというお話をしました。同じ場所や似たような被写体であっても、違う時期、違う時間、違う光、違う角度から見ることで、まるで違った印象を呼び覚ます写真になります。皆さんもぜひお気に入りの被写体に焦点を当ててみてください。そしてその被写体から何を感じ取ることができるのか、ご自身だけの視点でその素敵さを捉えてみてください。いつもと違う時間帯に出かけてみたり、異なる季節に行ってみたり、ちょっと違う角度から撮ってみたり、似たような被写体群を探してみるだけで、全く新しい世界が目の前に広がって楽しさが大きくなることと思います。このチャンネルでは次回も新たなテーマとともに写真表現の楽しさについてお話をします。楽しかった、これからも知りたいという方は高評価を、そしてぜひチャンネル登録もよろしくお願いします。ではまた。